勝手気ままな裏レディオ日付話2本立てイエーイ何やねんそれ。いやー、ちょっとね、間が空いてしまったようなんですけれども、お久しぶりに、またこのラジオやりますね。はで、日付の2本立てです。い。日付の2本立てって何？おなじみじゃないから。まあ、今日は何の日っていうやつですね。ああ、はいはテンション低いですね。い。でも低いよ、これ。機材トラブルで2回だからね。そうなんですよ、これ。もう、こあのね、初回の体でもう喋るのはね、同じことまだ喋らなあかん。同じことも喋らなきゃいけないんで、まあ、なるべく新鮮な気持ちでね、リセットしていきましょう。はというわけで、じゃあ、わかりますね。10月21日は何の日でしょうか？い。知りません。もう知ってるじゃないですか。もう答えてもらっていいですよ。何やねん、その言い方。実はですね、プラチナゲームズ開発のゲームソフト、今回はバンキッシュの発売日なんですね。はい。バンキッシュの、どんなゲームか知ってますか？知りません。本当は知ってますね。でも、紹介映像どうぞ。Sega. これは我々ロシアの星による新政府樹立を祝うセレモニー。残された時間はあと8時間しかない。失敗は許されない。何としても次の攻撃を阻止しろ。私は開発者として阻止しなければならない。あとはよろしく頼む。いよいよ本番となる。スーツの調整は万全よ。卑劣な行為をする者に対し断固として誓う。我らを信頼する者との交渉は一切しない。我々の力は無敵だ。我々の意志は固い。我々は必ず勝利する。敵だ。俺がおとりになるから彼が狙撃しろ。じゃあ俺がやる。お前たちは敵を倒すことに集中しろ。目的のためなら手段は選ばん。それが我が軍の掟だ。何言ってるんだ。あんたの部下だろ。エレナ、あれは博士じゃないか。はい、いかがでしたか？まあ2度目やからな、これ。みんな。まあそうですね。うん。まあ、どうですか？感想としては。2回目やなっていう。まあじゃあ、まあこの動画見てくださってる方、初めての方もいると思いますので、うんまあどういう設定なのかっていうのをまた、僕の方で説明しますね。その前にさ、はいはいさっき言ってたこれまあ2回目なんやけど、はさっき言ってたやん、その10月そうだ。 20日がなんたら立ち向かいしよう、それ。ですね、まあさっきは10月21日は、あれですけど、20日は実は何の日でしょって話をしてて、まあ実は10月20日は、僕のいい人の誕生日なんですね。ほう。まあ、なんでこの、まあ、毎年ね、その、誕生日って言われたら、なんか、いいものと、いいものをあげ、いいものを食べさせ、うん。ありがとうネギっていう思いを高めさせる日なんですよ。そのイベントやってんだ。そう、そのイベントをこなすことが、まあ、維持につながるというか。こなしてんのね。違うこなして入ってんのね。違いますよ。まあ、まあ、食べログを見て、良さげなところを予約して、うん。まあ、そんな、こなすと。こなすっていうか、まあ、分かち合ってるんですよ。うん。喜びをね。なるほどね。だから今頃、まあこれ多分、その10月の、まあこれ多分過ぎてる時だと思うんで、まあまたその、円満パワーを補充して、うん。日々を生きてると思いますよ。おそらくね。じゃあ結構ですな。はい。
まあ、っていう話をさっき、してましたね。しましたね。はというわけで、戻りますよ。設定ね、どんな舞台でどんなゲームなのか。まあ、映像見てもらったと思うんで、あれですけど。近未来のスペースコロニーを舞台に、最新鋭のバトルスーツ ARS、オーグメンテッドリアクションスーツシステムを装着した主人公サムが、米国の存亡をかけて戦う新感覚シューティングアクション。シューティングの進化を目指した本作では、バトルスーツ ARS の機能による超高速の移動、ブーストや、周囲の時間の流れをスローにする AR モードという2つのモードが存在することにより、シューティングゲームであるにもかかわらず、アグレッシブで爽快なゲームとなっている。例えば、このゲームの特徴的なアクションの例で言うと、グレネードをピュッと投げた後に AR モードで宙に浮いているグレネードに向かって、スロー状態のグレネードに向かって発砲することにより、グレネードを空中で炸裂させるなんていうアグレッシブで、熱い戦いができるということなんですね。長いわ。さっきより長い。いや、さっきと同じぐらいですよ。まあ、ネタはそうなんですけどね。まあ、で、まあ、これの後、思い出話に入るんですけれども、まあ、これ、ねぎはこれ遊んだことそう、あるのね。そうなんですよ。あるんですよ、実は。体験版をただでやり散らかしたんでしょ。そう、ただで、同期の木島くんと一緒にやり散らかしてました。まあ、木島くんが酔いつぶれちゃって、お家に帰らなくなっちゃって、僕の、ネギのね、おばあちゃん家に泊めたんですよ。ああ、そんなとこもあんねや。そうなんですよ。その、ネギのおばあちゃん家。いや、わざわざ僕、千葉にね、ネギはその、急になんか、ロマンがなくなるネギは千葉に感じやな。プラチナズの千葉でね、千葉さんなんや。なんですよ。で、まあ、わざわざ大阪でその内定者の懇親会っていうのに、たまたま初めてその木島くんって知り合って、で、飲んだんですけど、木島が下戸なんですけど、もう緊張しちゃってビール半分でぐでんぐでんになっちゃった。いや、内定者懇親会ってのね。そうなんですよ。ああ、そうなんだ。で、もう新幹線で帰ってたんだけれど、もう帰れなくなっちゃったから、もうネギのおばあちゃん家に泊めて、明け方、二人でバンキッシュの体験版をやったっていう思い出がありますね。ただでね。ただで。製品版も買いました。よかったですよ。そりゃそりゃ。まあ、そんな思い出があるんですけれども、ですね、実は、2017年5月26日に、Steam にて HD 版のリマスターがリリースされてるんですが、今いい具合になったのね。そうなんです。60fps で動作したり、キーボードマウス操作に対応したり、4K に対応したり、日本語、英語含む6カ国語に対応したり、まあ、Steam のいろんな機能に対応したりとかしてますので、まあ、PS3 とかね、Xbox 360持ってないっていう人はもう、そちら行けば遊べると思いますので、遊んでもらえればと思います。だそうです。はい。そしてですね、まあ、2本目というわけで、次の日付ですね。まだあんの？そう、10月29日は何の日でしょうか？ありますね、もう。分かってますね。さっき聞きましたから。さっきやったからな。何なんですか？もう忘れたわ。なんだっけ？実は、ベヨネッタ1の発売日なんですね。この間映像見たやつの2の1ね。そうなんです。その通りです。まあ、簡単にね、映像を見てもらいましょう。おさらいです。どうぞ。Sega. The followers of darkness, the Umbra Witches, and their light world counterparts, the Lumen Sages, suddenly disappeared from their medieval home in Europe. Welcome to Vigrid, 500 years later. Where was I? Oh, yes. Your kind invitation. I do hope you've prepared dessert as well. You're stuck because you gotta sacrifice our Halo-wearing friends every day or they'll drag your ass back down to hell.
I know, I thought I got screwed. But being forced to slap around the divine for a living, that's really getting screwed. About this little thing you've been looking into for me, Enzo. Let's have a quick chat. Don't break these, because they're one of a kind. You've got to be a strong little one to survive in a place like this. What's your name, anyway? Teresa. So, Cerecita, that woman's really your mom? Mummy is a witch, and witches protect people and are very strong. Something's up. はい、いかがでしたか？まあもう2回目やわ。はい。まあまあ何度見ても面白いってところがまあいいところですよね。このゲームの。そうなんだ。そうです。何度見ても面白そうだなって思えるなっていうゲームです。まあ、これ、単純に発売日がいいですよって話ではなくって、実は発売年数がね、2009年なんですよ。すなわち、今年で10周年なんですね。10年前のゲームなのね。そう、10年前のゲームなんですよ。それはまた、ねまあ、10年前のゲームということで忘れてる方もいらっしゃると思うので、まあ、どんなゲームかっていうところを簡単に、ご説明いたします。数百年の時を超え、現代を生きる魔女、ベヨネッタを操作して、両手両足に装備した4丁の愛獣による格闘術、バレットアーツと、敵の攻撃を紙一重でかわすことで、高められる集中力により、発生する周囲の時間の流れを遅らせる魔術、ウィッチタイムを使いこなし、片っ端から迫り来る敵を葬り尽くすアクションゲーム。ウィッチタイムやトーチャーアタック、大魔獣召喚といった、爽快かつ派手なアクションや硬派な難易度、シューティング、レースゲーム要素など、ベヨネッタ2を含む数々のプラチナゲームズ製ゲームに受け継がれる要素が勢揃いのゲームであり、まさしくプラチナゲームズの代表作とも言えるゲームであるそうです。長いわまあ、はい、手前味噌ですけど、こうすごい褒め散らかしてるわけですね。元祖だと、プラチナゲームズの看板だと。じゃあ結構ですな。はい。これもすごい、僕も自信を持っておすすめできる。そして、10周年ということでしてね、この神ゲーの、この神ゲーのグッズが作られるそうなんですね。まあ、さっき言ってたね。はい。何でしたっけグッズ。だから T シャツと、はい、アクリル、そうなんです、そうなんですよ。それが作られるそうですね。まあデザインとかはちょっとまだわからないんで、どんなデザインが来るでしょうかっていう話をちょっとしたいですね。したいんだ。はい。それも、結構なものしますよ、それは。絶対に。例えば、どんな感じですか？どんな柄が来ると思います？素材とか。もう素材はそれはもう、結構な素材で、柄もなんか華やかじゃないですか、それは。とても。まあ、ベヨネッタをひしひしと感じられる。そういうことです。なるほど。そういうことなんですよ。まあ、僕らの、もう、どうせ今多分、情報が多分画面に出てると思いますんで。まあ、これこれプレゼントされるんですかね？売られるんですかね、これ。ちょっと分かってない。10周年で、ユーザーの皆さんに感謝言うといて作って売るんだ、それ。いや、まあ、それは要望があればっていう形を、まあ、要望がたくさん出たからっていう形は取るんじゃないですか？プレゼントできなかった分を、お譲りいたします、いくらかで、みたいなところで、プレゼントしたちょっと後に、それもう、じゃあプレゼントいらんやん。いやいや、プレゼントタダでもらえるからいいじゃないですか。応募したらいいですよ。年次的にもタダってとこにも超反応するわけですね。タダだから、まずタダで応募して。だからタダは結構ですな、それは。まあだから、本当にどうなるかわかんないですけど、皆さんの要望があれば、まあ、売ったりとかもするのかもしれないですね。お手頃な価格で。なるほど。僕らのね、T シャツも、いつかね、売られるといいですね。そうですな。結構な、素材と結構なデザイン。そっちですよ。それをやりましょうよ。そうですね。なんかじゃあ、こんな柄がいいなっていうのがあれば、いただければ。私直筆のデザインで T シャツ化されるの？はぁ。結構、
僕は味があってこういいと思いますけどね。ああ、いくらでもデザインしますよ。もらえるももらえばね。そうですよ。それはもうもらえますから。もそこう、は、はい僕もかましてもらいますんで、はい。いきますよ。はい。はい。まあ、というわけで、もうそろそろ終わりましょう。また投げやりやな。じゃあまた、次回。またねー。バイバーイ。バイバイムズー。ムズっていうの忘れてたわ。